日清戦争による日本の勝利と朝鮮の独立は、朝鮮の独立協会が設立したソウルの独立門を見ると、喜びとして受け取られたように見えます。朝鮮半島が中国の属国としての立場から独立を果たしたのは、日清戦争講和のための下関条約によるものです。初代大統領となる李承晩はソジョビルと共に独立協会の設立メンバーでした。ソジョビルとは日清戦争直前に暗殺された親日開化派である金玉均の盟友であり、日本への亡命の経験もあります。やはり転機となるのは日清戦争後に日本が示した公募改革からでしょう。公募改革には身分制度の廃止、無費、白鳥の廃止、人身売買の禁止が明記されていました。近代化のためには身分制度の廃止は必要条件でした。ヤンバンとは身分制度の中で働かない特権階級であり、働くことを蔑みました。このような特権階級は、無費、白鳥という奴隷階級により支えられていたわけですが、この無費、白鳥を取引するのが人身売買業者となります。日本のおかげで独立したは良いけど、自分たちも働かなければならなくなります。無費、白鳥を奴隷のように使って、宗主国である中国との取引の再起を得てきた政権が崩壊してしまいます。朝鮮が日清戦争後、ロシアへの接近を加速させた主な理由でしょう。ロシアは当時まだ王国であり、ロマノフ王朝の施政下にありました。宗主国中国は日本に敗北してしまったので、ロシアを宗主国にして日本を排除し、これまでの身分制度を維持しようと考えたのでしょう。独立そのものは喜んだものの、身分制度の廃止を要求されて、慌てたということでしょうか。ヤンバンは働かないのだから、自分の収入を上げるためにはどうしたらよいかといえば、無費を増やして働かせればよい。そのため、朝鮮の身分制度は無費に転落することはあっても、無費から解放されることがない制度に変化していきました。李王家側が無費を減らす政策をとってもヤンバンの反発に遭い、とうとう国民の 40% もの無費が生まれることとなりました。このように国すらもヤンバンの要求を抑えることはできなくなっていました。無費は私有財産を持たないので納税の義務を負いません。国民の半数近くが納税をしないのだから国が疲弊するのは当然です。このように考えると、朝鮮半島から身分制度が廃止されたのは、正確に言えば日清戦争によるものというよりも、日露戦争の日本の勝利によるものという言い方もできます。身分制度を支える封建制度を維持するための後ろ盾となり得る、国外の勢力が朝鮮半島から排除されたのです。日本は朝鮮半島の独立自衛を支援する方針でしたが、皮肉にも日露戦争後に朝鮮の独立を諦め、日韓併合へと向かっていきます。これらの身分制度の崩壊により損をしたと考えた人々がそもそもの反日勢力です。それはヤンバンであり、人身売買業者となります。これらは日本統治時代、戦争が始まった後に慰安婦を売買する業者として利益を得ます。日本の警察は大量の農村の女性を人身売買していた朝鮮業者を何度も摘発しています。これらのビジネスこそが彼らが利権を守り日本を排除したかった理由なのです。韓国人の多くは日本は朝鮮半島を奴隷化したと主張します。日本が行ったことは真逆です。日本は朝鮮半島の奴隷を解放した側となります。身分制度に戻りたかった勢力こそが虚構の歴史を作り始めたのです。この動画が良いと思われた方は、いいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。